PS4 を買ってしまいました。もはや何代目だよ。少なくとも10台は超えてますね。ちなみに箱が Amazon ですが、ヤフオクで落札したものです。今まで買った中では一番安いんじゃないか？ 5000 円くらいまで値上がりすると思っていましたが、3000円で落札できてしまいました。相当状態が悪いんだろうな。プチプチから出していきます。もうすでに嫌な予感が。ということで3000円の PS4 が出てきました。上のカバーがマスキングテープで固定されてるな。しかも向きが違いますね。マスキングテープを外して中の様子を確認してみましょう。うわぁ。完全に凹んでますね。相当な力で叩かれてるな。もう少し細かく見ていきましょう。金属の表面が剥げてるから、先端が尖ったもので叩かれてそうだな。上のカバーにも切り込みがあるので、斧の可能性が高いですね。一体 PS4 に何の恨みがあったんだ？とはいえ、こんな状態でも保証シールは残っているので、まだ希望はありますね。恐る恐るコンセントにつなげてみます。中でショートしてて爆発したりしないといいな。大丈夫でした。電源は入るのだろうか。おお。何かが破裂した音がしたな。電源が入らなくなりました。これはやってしまったかもな。何はともあれ中の様子を確認するために分解していきましょう。まずはハードディスクだな。ネジを外したにもかかわらず取り出せません。何かに引っかかってるのか？よく見るとフレームが曲がって取り出せなくなってますね。仕方ないので先に分解しちゃいましょう。ここの凹んだ金属パネルを外します。分解手順こそ違うが簡単に取れちゃったな。パッと見は割と正規にも見えますが、全体的に凹んでますね。ファンの羽も割れちゃってるな。横から見ると凹んでいるのがわかると思います。ディスクドライブはダメかもしれないな。ヒートシンクもボコボコですね。続けて下のカバーを外すために保証シールを剥がしてネジを外します。下側は無事みたいだな。これでようやくハードディスクが取り出せます。意外にもハードディスクは無傷かもしれないな。マウンターから外してみます。本当に無傷ですね。動作中に叩かれたとかじゃなければ普通に使えそうだな。そしたら電源ユニットを外し、マザーボードの状態を確認するために金属カバーを外していきます。見た感じでは特に破損している箇所はありませんね。動作確認した時の破裂音は何だったんだろうな。ただ、相当な力で叩かれただけあって、若干反っています。これが原因で起動しなかったとかだったら、ちょっと厄介だな。あとは電源ボタンがついた基板を外して、最小構成で動作確認をしてみます。ちなみにこのままだと APU の発熱で落ちてしまうので、対策として、その辺にあったヒートシンクを乗せておきます。電源が入ったな。分解前の時とは違って、ちゃんとランプが光っていますね。これはいけるかもな。おお。映像が出ました。まさか分解しただけで動くとはな。この感じだとハードディスクも無事みたいですね。そして普通に起動しました。この画面が出てるってことは、動いてる時に叩かれたんだろうな。無事だったのが奇跡なレベルですね。コントローラーを接続してみます。案の定前の所有者のデータも残ってるな。せめてハードディスクは外して売るべきでしたね。ちなみに音が出ていませんが、これは設定でオフにされていました。故障とかじゃなくてよかったな。最終的に使える状態のパーツをまとめるとこんな感じです。幸い主要なパーツは揃ってるな。
ということで無事に動作確認もできたので、今まで同様に新しい PS4 を作っていきます。今回はどんな形にするんだ？理想的にはノートパソコン型ですね。最初に作った携帯型 PS4 の改良型とも言えるな。さすがにこれは重すぎる上に、分厚いのでノートパソコン型とは言えませんでした。そのリベンジも兼ねて、今回はノートパソコン型 PS4 を作っていこうと思います。すなわち今回の目標は薄型化だな。そのため、ディスクドライブなしで作っていきます。PS4 にもともとついていた冷却ファンは折れて使えなくなってしまったので、代わりを探す必要があります。そこで今まではデスクトップパソコン用の CPU クーラーを代わりに使っていたな。ですが今回は薄型化がメインなので、より薄いものが必要になります。そこでノートパソコン用の CPU クーラーを使うことにしました。それで早速ノートパソコンを買ったわけだな。でもノートパソコン用の CPU クーラーで PS4 の APU を冷やせるのか？それもただのノートパソコンではなく、デスクトップパソコン用 CPU を搭載したモデルです。確かにそれなら冷やせるかもしれないな。中に入っていた CPU クーラーはこんな感じです。ヒートパイプが太いからよく冷えそうだな。ただ動作音はかなり大きくなると思います。ノートパソコン用 CPU クーラーの宿命だな。早速 PS4 のマザーボードに取り付けるために、余分な部分をカットしてしまいます。そしてアルミの平棒を切断してマザーボードに固定するための金具を作りました。これを CPU クーラーに固定して、APU に熱伝導グリスを塗り、CPU クーラーをマザーボードに取り付けます。そしたら動作確認をしていきます。ちゃんと回ってるな。ちなみにゲーム中はちゃんとうるさかったです。ヒートパイプ自体がそこまで熱くなってなかったから、固定が甘い可能性もあるな。温度上昇の警告が出ていないので冷却自体は問題ないようですね。ついでにストレージもハードディスクから SSD に換装して、ソフトウェアの再インストールをしておきました。ゲーム中じゃなければ CPU クーラーの動作音は全く聞こえないな。薄型の CPU クーラーも手に入ったので、マザーボード上の高さがあるパーツを取っていきます。まずは電源コネクタから。これは取り除いて、後々ケーブルで接続できるようにしておきます。続けて USB コネクタ。これは取り外して、より高さの低いものに交換しておきます。これでマザーボードの高いパーツがなくなり、全体的に薄くなりましたね。USB コネクタを変えたのが結構効果的だったな。ついでに電源コネクタを外したところにケーブルをハンダ付けしておきます。あとは取り外したマザーボード裏の金属板の余分な部分をカットして、マザーボード裏に取り付けておきます。ちなみに CPU クーラーのネジも締め直しておきました。これでマザーボードの加工は完了です。今までと比べて、相当薄くなったな。先ほどの動作確認でも登場しましたが、電源ユニットは PS4 のマザーボードに電源を供給するパーツです。PS4 の中でもそこそこ面積を占めてるパーツだな。全体的に薄い作りになってはいますが、場所を取ってしまうので今回も出力制御のみを行う回路を作ってしまいます。早速パーツを用意して、ハンダ付けしていきます。これで完成です。これまでのと比べるとパーツの数がかなり減ったな。今までの設計は少し余裕を持たせすぎていましたね。最終的に冷却用の金属板も付けておきました。電源ユニットと並べると小ささがよくわかるな。ほとんどが電力変換の機能に使われていることがわかりますね。ちなみに今回は電源にバッテリーを使うので電力変換の機能は必要ありません。完成した制御回路で PS4 を動かしてみます。ファンが回ったな。
ちゃんと動作しているようですね。起動画面まで行けたな。問題なさそうですね。ちなみにここでは電源として AC アダプターを使用しています。制御回路と組み合わせることで電源ユニットと同じ役割になるな。この状態でゲームもプレイできました。そしてなぜかファンの音が静かになりました。やっぱりネジの締めが甘かったんだな。静かすぎて電源回路周辺のコイル鳴きすら聞こえます。ついでに AC アダプターの代わりとして、その辺にあったバッテリーをつなげてみました。これでもちゃんと機能しているみたいだな。ホーム画面まで問題なくいけました。ただ、このままではバッテリー容量が少ないので、最終的にはより容量の多いものを使います。ということでバッテリーでの動作もできるようになったので、ベースとなる板を切り出していきます。前回も使ったアルミ複合板だな。軽くて合成も高いので、今回もこれをベースの板としていきます。そしたら穴を開けていき、六角スペーサーを取り付け、マザーボードを固定していきます。同様にして他のパーツも取り付けていきます。あとはケーブルやコネクタをそれぞれ接続して、動作確認をしていきます。ちなみにこの液晶パネルは CPU クーラーを取り外したノートパソコンのものです。ジャンクなのに普通に使えたのはラッキーだったな。ということで問題なく起動できました。スピーカーもちゃんと機能しているみたいだな。これで仮組みでの動作確認も完了です。というわけで一度パーツを取り外して、筐体を作っていきます。まずはベースの板に冷却ファン用の吸気口を開けておきます。そしたらまたアルミ複合板を切り出して、側面と天板の板を用意。そこからひたすら加工していきます。これで筐体のフレームとベースが完成。あとはこれを接着していきます。というわけで筐体の下部が完成しました。ついでに黒に塗装しておきます。これで塗装も完了です。塗装するだけでかなりいい感じになったな。最後にパーツを組み込んでいきます。これで一通りのパーツが取り付けられました。仮組みの時よりパーツが増えているな。今までのシリーズにはなかったものもあるので、簡単に紹介していきます。まずはバッテリーの充電から。ここは今まで同様に DC-DC コンバーターを使用しています。電流を制限しながら充電する方法だったな。今回は 3A に制限するので、充電は 37W 前後で行われます。そして充電も今まで同様にタイプ C ポートから可能です。続けて本体側面の主電源スイッチです。ここは2号機の時と同じ仕様で、電源をバッテリーか AC アダプターに切り替えることができます。コンセントがない環境ではバッテリー、ある環境では AC アダプター、みたいに使い分けができるな。最後は自動スリープ機能です。今までのシリーズではバッテリーの残量がなくなるまで動いていたので、突然電源が落ちていました。そこでバッテリーの残量の低下を検知して、スタンバイモードに移行させるための回路を作りました。これでバッテリーの残量がギリギリになった時に、自動的にスタンバイモードに移行します。スタンバイモードに移行してから充電すれば、ゲーム途中でもセーブすることができるな。
データの破損なども防げるので、重要な役割を担っています。その後ゲームをやってみましたが、スピーカーからのノイズがすごいです。今までも微妙に聞こえてはいたが、ここまでではなかったな。おそらくグランドループが原因ですね。スピーカーを鳴らすための回路のイメージマップです。音声自体は、マザーボードから出力されたものを、LCD コントロール基板経由で取り出しています。ただ、ここで得られる音声信号は微弱なので、直接スピーカーを鳴らすことはできません。そこでアンプを使って音声信号を増幅しています。もちろんこれだけならノイズは発生しません。ここで問題になってくるのが、バッテリーのマイナス端子から出ている、グランドのケーブルです。そして実際は音声のマイナス端子とも、内部で繋がっています。その結果、ここでループができてしまいます。つまりこれがグランドループなんだな。ループができてしまうと、周囲のノイズの影響を受けやすくなります。例えば今回の場合だと、マザーボードがその発生源となり、そのノイズがループの中を通過します。するとケーブル内にもノイズが発生します。これがノイズの原因なんだな。これで生じるノイズはごくわずかではありますが、アンプへと繋がっているため音声とノイズが同時に増幅されてしまいます。これを対策すべく、こんなものを買ってみました。まさにぴったりな名前だな。組み込む前に分解してみましたが、ちゃんと中身パーツが入っていますね。ひどいものだと中でケーブルで繋がってるだけのものもあるからな。これなら期待できそうです。ここに入れました。これでグランドループを切ることができるな。実際にゲームをしてみました。ほとんどノイズが聞こえなくなったな。取り付け前との比較です。こうやって比べてみると完全にノイズが消えてるな。ちゃんと機能してくれているようですね。ということで最後に天板とディスプレイ部分を作っていきます。まずは天板から。今回はノートパソコン型ということで、キーボードを購入しました。これを天板に取り付けるんだな。ただ、このままでは厚さ的に収まりません。そこで、背面のプレートを外してしまいます。この状態で使えるのか？キーボード裏に金属プレートがついているので、大丈夫そうです。厚さもこれなら収まりそうですね。早速天板を加工していきます。ついでにスピーカーの穴も開けておきます。これで天板が完成しました。残るはディスプレイ部分だな。ディスプレイのフレームも液晶パネル同様に、ノートパソコンから流用します。このままでは取り付けられないので、軽く加工し、ヒンジも新しく取り付けました。あとはこれを天板に取り付けて、筐体の上部が完成。最後に塗装をして、ロゴも入れておきます。あとはキーボードを取り付けて、バッテリーの残量を表示するメーターも取り付けておきました。これでパーツの取り付けも完了だな。ということで最後に家具と組み合わせていきます。まずは両面テープを家具に貼っておきます。そしたらケーブル類をそれぞれ接続して、上部を取り付けます。あとは液晶パネルを接続して、ネジで固定し、フレームを取り付けます。これで完成です。キーボードがついてるのもあって、かなりノートパソコンらしくなったな。
ことで無事に完成したので、各部の紹介をしていきます。まずは本体サイズから。本体サイズは 375×265×35mm で、15.6 インチのノートパソコンと同じサイズです。同じ 15.6 インチの携帯型 PS4 と並べてみました。圧倒的に薄くなったな。これでようやく携帯型と名乗れますね。ちなみに同じサイズのノートパソコンケースに入れて持ち運ぶことも可能です。続けて重量を測定していきます。2.4 キロですね。一昔前のノートパソコンくらいの重さには収まったな。同じ形状の1号機と比べると、大幅に軽量化できました。ここからは本体の機能を紹介していきます。まずはキーボードから。これは特にテストせずにつけてしまいましたが、ちゃんと機能していますね。何気に文字を打ち込む場面では役に立つよな。次は USB ポートです。今回は USB ハブをつけていないのでポート数は2つのままです。ちなみに変換ケーブルがあればイヤホンジャックとしても使えます。続けて有線 LAN ポートです。通常は無線でインターネットと繋がっていますが、LAN ケーブルを使用することで有線接続ができます。このあたりの使い勝手はノートパソコンと同じだな。ということで次は本体の騒音を測定していきます。まず、ホーム画面では 35dB 前後。ほぼ無音に近いな。そしてゲーム中では 40dB 前後でした。組み込む前よりは音が大きくなっていますが、そこまで大きくならずに済みましたね。音は聞こえるがゲーム音で消されるレベルだな。最後にバッテリーの駆動時間を測定。結果としては47分で自動スリープ機能が働き、スタンバイモードに移行しました。ちゃんと保護機能を果たしてるな。これでセーブデータの破損を防ぐことができますね。ということでいかがだったでしょうか。今回は1号機のリベンジも兼ねて、新たにノートパソコン型 PS4 を作りました。デザイン的には原点回帰したな。クオリティの差は圧倒的ですが、薄型化と軽量化はできましたね。また、携帯型 PS5 の製作も少しずつ進めています。この感じだとまだまだ先は長そうだな。ちなみに形は今回と同じノートパソコン型で作っていく予定です。扱いやすさではやっぱこの形がいいな。安定しておけるという点ではモニター型より優れていますね。それでは、ご視聴、ありがとうございました。